こちらでは、女性ソムリエ美和子の恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、ワインと嘘と本当のこと。愛知県北名古屋市のレストラン、ルーシエルは、郊外にありながら予約の絶えない人気店だ。木のぬくもりを生かした内装に、季節の食材を取り入れたコース料理。そして料理に寄り添うワインのセレクトを任されているのが、ソムリエの橘美和子だった。美和子は、つい先日、30歳を迎えた。誕生日の夜、親友の恵子と、名古屋の小さなビストロでクラスを傾けていた。ありがとう、恵子。でも、なんか30って響き、妙にずしっとくるよね。わかる。でもさ、いい加減、水野さんとくっつきなよ。ねえ。恵子はワイングラスを揺らしながら、にやりと笑った。二人、職場でも公認でしょ？息ぴったり、空気感も穏やかで。もう、話を聞かされるこっちがじれったいってば。あんたたちが両思いじゃなかったら、誰が両思いなのよ。でも健太くん、そういうの一切口に出さないし。だからよ、作戦決行しましょうよ。次の、店が定休日の前日の夜、勤務後に二人で飲みに行くの。で、美和子が水野さんを酔わせて、そのまま介抱って名目で彼の部屋へ連れてく。ね、それって、そういうこと、それはちょっと、ずるいっていうか大胆すぎない？既成事実作っちゃえばいいのよ。30ってそういうことする勇気も大事じゃない？大胆すぎる作戦に、美和子はグラスの縁を指でなぞりながらため息をついた。だけど、心のどこかで、そのずるさと大胆さに期待している自分もいた。作戦決行の夜、ルシエルの営業が終わる頃には、美和子はワインセラーの前で何度も深呼吸を繰り返した。なのに、胸のざわつきは消えなかった。すると、厨房から現れた健太が軽やかに声をかけてきた。美和子さん、今日もお疲れ様。あ、今月誕生日だったよね。おめでとう。ありがとう。よかったら今夜、一杯どう？うん、行こう。今日はちょうどゆっくりしたかったんだ。二人が向かったのは、美和子がこっそり選んだ名古屋の小さなビストロ。木目のテーブル、灯火のようなオレンジの照明。賑やかすぎず静かすぎず、二人の距離がちょうどよく保たれる空間。赤でいい。うん、おすすめある？ブルゴーニュの木のノワールにしようか。今夜は優しいのがいい気がして。選ばれたワインが注がれる。グラスを傾けるたび、ふわりと広がる香り。二人は少しずつ言葉を重ねていった。仕事のこと、学生時代の思い出、最近見た映画。健太の方はグラスを重ねるたびにほんのりと赤みを増していた。俺、ほんとお酒弱くて、もう顔が熱いよ。うん、知ってる。だから今日はちゃんと介抱してあげる。なんでもない。さあ、もう一杯どうぞ。穏やかな空間で二人で笑い合った。こんな風に肩の力を抜いて隣にいられるのは、もしかすると健太だけかもしれない。ビストロを出た後、健太は案の定、フラフラだった。タクシー、呼ぶね。歩かせるのは無理そう。酔いに身を任せた彼を支えながら、美和子は胸の奥がじんわり温まるのを感じた。こんな時間はずっと続けばいいのに。健太のアパートへ着くと、美和子は玄関で靴を脱がせ、ソファーまでなんとか運んだ。リビングには本や小物がきっちりと整列されていて、几帳面な性格が伝わってくる。お水持ってくるね。上に脱がせてもいい？ありがとう。彼はぐったりとソファに沈み込み、やがて静かな寝息を立て始めた。美和子は水の入ったグラスを置き、彼の顔をそっと覗き込んだ。寝ちゃった。思わず苦笑いする。恵子の作戦は見事に失敗だった。私、何やってるんだろう。落ち着いた空間の中でポツンと一人。冷め始めたワインの余韻と暖かい部屋の空気が心にじわじわと染み込んでくる。と、その時、美和子が好きだ、付き合って欲しい、お酒弱くてごめん。健太の寝言。
でもそれは明らかに本心の滲んだ言葉だった。何よそれ。気づけば涙が浮かんでいた。こぼれるのは嬉しさか安堵か。美和子は彼の頬にそっと手を当てて微笑んだ。ありがとう。ちょっと遅いけど誕生日プレゼントもらっとくね。美和子はそのまま眠っている彼の唇に自分の唇を重ねた。そして彼の顔を少しだけ見つめた後、小さな付箋をテーブルに残してそっとドアを閉めた。今日はありがとう。おやすみ。部屋を静かに出ると春の夜風が少しだけ冷たかった。こんな気持ちじゃ帰っても眠れない。そのまま彼女は名古屋駅近くの夜通し開いているお気に入りのワインバーへ向かった。グラスに注がれる赤ワインを見つめながら、美和子はそっと微笑んだ。次に二人で会うときは、ちゃんと気持ちを聞こう。夜明け前の空に、ワインの赤がゆっくりと溶けていった。さて、今回は共有いただいた資料、短編小説、ワインと嘘と本当のことですね。その一部をちょっと深掘りしていこうと思います。30歳になったばかりのソムリエ美和子さんが主人公で、恋愛模様が描かれていると。舞台は愛知県北名古屋市のレストラン、ルシエルですね。はい。この物語、計画していたことと、予期せぬその真実っていうんですかね、そこの対比がすごく面白いなと思って、美和子さんの気持ちの揺れ動きを見ながら、恋愛における計算と、本音、そのあたりを探っていきましょうか。そうですね。物語の始まりが美和子さんが30歳になった夜、親友の恵子さんからかなり大胆な提案をされるんですよね。水野さんとくっつきないよってやつですね。そうそう。同僚の健太さんを酔わせて、いわゆる既成事実を作っちゃえと。かなり強引な作戦ですけど。ですよね。でも美和子さんもなんか完全に否定はしてない感じが。この葛藤、あなたはどう感じますか？いや、そこがすごくリアルだなと。ずるいって思いつつ、でもどこかで期待しちゃってる部分もある。特にその30歳っていう節目も何か彼女を後押ししてるのかもしれないですよね。計画が良いか悪いかは別として、彼女の切実な思いみたいなものは伝わってくるなと。なるほど。で、作戦決行の夜が来るわけですね。名古屋の小さなビストロ。そこで美和子さんが選ぶのがブルゴーニュのピノノワール。今夜は優しいのがいい気がしてっていうこのセリフ、なんか単なる好みだけじゃないような気もしますけど。感じますよね、それは。ピノノワールってやっぱり繊細で複雑な表情を持ってるワインじゃないですか。だから彼女のその秘めた思いとか、この計画のちょっと危うい感じとか、あるいは本当に優しくことが進んでほしいっていう、そういう願いみたいなものがなんか象徴されてるのかなって。でも現実はそう甘くはないというか。そうなんですよ。健太さんお酒弱いんですよね。会話を弾むんですけどすぐ酔っちゃって、で結局彼のアパートまで連れて行くところまでは計画通り。そうですね、そこまでは。でも着いたらソファーで寝てしまうと。あっけなく。作戦失敗ですね。失敗です。でも面白いのはここからですよね。そう、まさに計画がうまくいかなかったからこそ、美和子さんは彼のなんていうか無防備な空間とか、無意識の部分に触れることになる。そうなんです。計算された状況じゃなくて、予期せぬ静かさの中で物語が確信にぐっと近づいていく感じですね。でその確信が健太さんの寝言。これですよね。美和子が好きだ、付き合ってほしい。いやー、これは驚きますよね。計画してたどんな言葉よりもなんか強烈な本当のことが。作者がこの寝言っていうのを選んだのはどうしてだと思われます？いや、これはすごく巧みだなと思いますね。やっぱり意識的な駆け引きとか嘘が通用しない一番無防備な状態じゃないですか、寝言って。確かに。だからこそその言葉にもう疑いようのない真実味が出る。で、美和子さんが流す涙っていうのも単に嬉しいだけじゃなくて、多分計画してたことへの罪悪感からの解放とか、あとは不意打ちの真実に対する衝撃とか、そういう複雑なものが混じってるんだろうなと。なるほどな。で彼女は眠ってる健太さんにキスをしてメモを残して部屋を出る。
今日はありがとう、おやすみって。そして一人で夜通しやってるワインバーに行くんですね。ええ。そこで決意する。次に二人で会う時はちゃんと気持ちを聞こうって。うん。作戦を引っ返したんだけど、結果的に得たものはなんかすごく大きかったんじゃないかなと。そう思いますね。その誰かの計画に乗っかるんじゃなくて、ちゃんと自分の言葉で向き合おうっていう、そういう決意ですよね。失敗とそこから偶然生まれた真実が結果的に彼女をなんていうか、より成熟した関係に進ませるきっかけになったと。計算とか嘘じゃなくて正直さとか本当のことに向き合う、そういう強さを手に入れた瞬間と言えるかもしれないですね。というわけで今回は短編小説「ワインと嘘と本当のこと」の一部を、深掘りしてきました。計画通りにいかないからこそ真実が見えてくる。そしてそれが人の心を動かす力を持つっていう、なんか非常に面白い展開でしたね。本当にコントロールしようとすればするほど、なんか本質的なものって手のひらからこぼれ落ちていっちゃうのかもしれないですね。時には流れに身を任せてみると思いがけない真実に出会うこともあるのかなと、そういう恋愛のあるいは人生の一つの側面をちょっと見たような気がします。さて、あなたはこの物語の結末どう捉えましたか？計画が失敗したからこそ得られたこの結果、これを幸運だったと思いますか？それともやっぱり最初から衝撃に向き合うべきだったと感じますか？ちょっとそんなことを考えてみるのも面白いかもしれませんね。最後まで聞いていただきありがとうございます。美和子のプロフィールはこちらです。ソムリエをしている30歳の女性です。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。